Salut à toi et bienvenue en Japonais. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on se retrouve pour parler d'un métier si mystérieux, un métier qui fascine. On va parler du métier d'host au Japon. Donc on va rencontrer Kashi Wabara-san qui est un host avec plus de 20 ans d'expérience, un ancien numéro 1, quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et qui va nous révéler toutes les facettes de ce métier. On est parti? On est un petit peu anxieux parce que c'est la première fois qu'on rentre dans un club host. On a un numéro 1 d'être d'exception. Nice to meet you. ナイスミーチュー。じゃあ今日は頑張りましょう。いっぱい説明してほしい。頑張りましょありがとうございます。お客様はここで。Donc les clients voilà s'installent ici. Ils peuvent voir tranquillement. う。これは従業員の顔がナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーとこう流れます。そっちは特別のところですか？ちょっとメインよりもちょっとお値段が。ああ、なるほど。で、ここはナンバーワンオンリー。ナンバーワンオンリー。ナンバーワンスリーと。すごい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ始めまして。はじめまして、歌舞伎町クラブロミオ所属、伯爵です。お願いします。Yes。ありがとうございます。お願いします。ホストの仕事は、はい。何ですか？ホストの仕事は、基本は女性のお客様がいるのでエスコートして、自分をアプローチして、癒しを与えるお仕事ですね。来店してくださった女性の皆さんはみんなお姫様なので、僕たちは王子になって迎え入れて、その一緒の時間を楽しく過ごしていただくって感じですね。夜の、暗くなったぐらいの時間から終電ぐらいの時間までお酒を飲む感じですね。じゃあ毎日お酒飲んでる？そうですね。今このご時世なんであれなんですけど、お休みになってるんですけど、基本毎日定休日以外は毎日お酒を飲んで、もう潰れたりとか。じゃあめっちゃ強くなった？いやー、そうですね。仕事中はスイッチ入るんで強いんですけど、プライベートはもう本当に弱いですね。基本給料も売上っていうものがありまして、お客様が来店してくださって、例えば簡単な話で言うと10万使ってもらったりとか20万使ってもらったら積み重ねで月換算してホストの売上っていうものが出るんですけど、それでナンバーも出るんですけど、その売上によってお給料がこう上下する感じなんで、売れれば売れるほどお給料がアップするで、基本お客さんが取れない人はお店から出る最低の日給っていうものをいただいてますね。で、月にお給料としてもらうんで、日給月給で基本売れてる人はもうそこは見てないんで、歩合ですかね、歩合でお給料をバックでもらってるって感じです。これ高いです。ルイ13です。でレコレーションしてあるんで、これで200万くらい。ボトルを入れていただいて、で売上によってそのバッグの何%っていうのがこう上がっていったりするんで、ちなみに43歳です。43歳で今年12月で44になるんですけど、去年一昨年フジテレビの番組に出させていただいたんですけど、そこではもうどん底から這い上がって、ナンバーワンに返り咲くって2019年、去年40歳にしてナンバーワンに返り咲けて来てくださってるお姫様のおかげでナンバーワンに返り咲けたんで、ありがたいことです。僕のルーティンとしては、朝1回早く起きてお昼の仕事の方たちと同じぐらいの時間に起きて、でお客様に昨日来店してくださったお客様に挨拶の昨日ありがとうっていう連絡だったりをして、でお昼過ぎとかからまた今日呼ばなきゃいけないお客様に連絡して、で出勤前にちょっと仮眠を取って、本来ならもうちょっと早めもバッチリ決めて、出勤中はもうお店の中でびっしり集中して、お酒をめちゃくちゃ飲んで、帰るもう無駄。お客さんは、ホストの仕事に関してどうやって見つけますか？ナンパとか。ナンパもそうなんですけど、今ちょっとナンパが日本ちょっと厳しいんですよ。営利目的のナンパっていうのをお金を一応営利目的じゃないですか、お店に。そういう営業目的のナンパっていうのは厳しいので、基本はそういう専門の
人が外にいるんで、その人たちが指名のない女の子たちを、お姫様たちをお店に呼んでいただいて、そこからこうフリーっていう形で、指名フリーっていう形でついて、でそこで自分をアピールして、で気に入っていただいたら指名もらうって感じですかね。あとは今強いのは SNS ですね。Twitter、Instagram とかでこう自分で発信していったらフォローされるんで、フォローされた人たちにアプローチして。このお客様はどんな人ですか？まあ、すごい様々なんですけど、やっぱ水商売の同じ同業さんだったりとか、あとはもう体を売る風俗の女性だったりとか。でも今本当に敷居が入り口が下がったんで、普通の OL さんだったりとか主婦層だったりとか、もうバラバラでちょっとホストブームになったことがあったんで、それでちょっと入り口が緩くなったっていうか、僕なんか男性のお客さんもいるんで、別にゲイじゃなくて普通の男性の会社の社長さんとかがまあテレビの効果もあるんですけど、テレビ見て興味持って「お前応援しに来たぞ」っつって来てくださったりとかもあるんで、まあなんか誰でももう来るものは拒まらず。学生とかも学生とかもいらっしゃいますね。大学生とかも、一応18歳から一応入れる感じで、まあアルコール飲めるのは20歳からなんで、20歳以上からアルコール飲んで接客してって感じですね。そのお客さんは大体みんな1回だけ来る、それとも何回も何年も続けますか？僕は一番やっぱ20年ホストやってて、20年ずっとお客様の人もいるんですよ。いまだに子供できても子供に僕の写真とか見て、まあ本当に1回来ても来なくなっちゃうっていう方もいるんですけど、まあ確かにでも人によって営業スタイルが違うんで、本当ホストもなんか面白いですね。なんかタレントと一緒ですね。芸能人で、お笑いキャラの人もいれば、なんですかね、真面目なキャラ、なんか力強いようなキャラの方とかもいて、ホストイコールもう芸能人みたいなタレントみたいな感じで。ホストはまあ何歳までだいたい？基本のホストの寿命は30代って言われて、もう30前半ぐらいでも辞める方たちが多いんですけど、僕はもうちょっと同世代の、僕は多分唯一無二な、この年齢でホストやってるのって僕歌舞伎町で多分僕ぐらいしかいないんで、ホスト現役で接客して社長さんとかになったりとか裏方に回る人はいらっしゃるんですけど、現役としてやってるのは僕ぐらいしかいないんで、死ぬまでホストは僕はやりたいと思ってるんで、頑張っていきたいと思います。僕はホストもともと嫌いだったんですよ。女の子騙して高いお金取って、でなんか女の子流したりとかするようなホスト君たちもいたんで、グループで友達交際っていうんですか、みんなでワイワイ遊ぶようなグループがいたんですけど、その中の一人の女の子がムードメーカーな女の子がいたんですけど、ある日こう電話をしてきたんですよ。すごい病んでて、自殺未遂とか、なんか薬の多量摂取したりとか、自殺未遂してて、もうすごい泣いて電話してきた時に「どうしたんだ?」っていう話をしたら、なんかホストに騙されてると、典型でいう、多分みんなが思い描いた悪いホスト像の方に騙されてるって言って電話をしてきた時があって、でもその子はなんか、まあ、夜の仕事の方だったんですよ。同じ水商売の。で水商売でお仕事終わった後に気晴らしで行くお店が欲しい、でそこにで出会った子が彼氏なんだけどっていう話をしてて、でも明らかに騙されてるんで別れたいと、でもそういうお店には行きたいという話になって、じゃあ俺がやるよみたいな誘われていたんで、結構目立つ存在だったんで、20歳ぐらいの頃で俺がやるよっていう話で始めたのがきっかけで。家族とか友達は何思いましたか？自分のホストになったとか。最初は親には言ってなかったんですけど、でも悪いことをしてるわけではないので、犯罪をしてるわけではないんで、まあ親は説得して、一番はマザー、お母さん、母親の方がやっぱりちょっと心配で、あんたね安定した仕事しなさいよみたいな感じでは言うんですけど、まあでも悪いことしてないし、この仕事の醍醐味っていうのはお金もらってありがとうって言われるってなんか嬉しくないですか？本当はお金もらってる側が今日も来てくれてありがとうございますっていうのが当たり前だと思うんですけど、今日もそこにいてくれて笑顔にしてくれてありがとうって言って帰ってくれるっていうのがこの仕事の醍醐味かなと思って、まあ、全然自分的には悪いことしてるつもりもないんで、
ただすごいやっぱり世間一般でいう居酒屋さんとかよりは高いお金がかかってしまうので、その辺はちょっと心痛かったりとかもするんですけど、でもなんかなんですかね、笑顔にできるって言ったら本当に嬉しいんで、もともとバンドでボーカルもしてたんですよ。でそれも一緒でライブ見に来てくれて歌を提供して笑顔になって帰ってくれてるっていう、なんか僕の気分的にはちょっとアーティストティックな感覚でちょっとホストやってる感じはありますかね。一番になった時、はい、何が必要ですか？どうやって一番になりましたか？いやもう日々努力ですね。もう本当にその2文字に、以外何者でもなくて、努力って本当に日本語で日本人が結構好きな言葉なんですけど、努力すれば努力が必ず叶うとかいう日本人が好きな特有の言葉なんですけど、本当に努力して僕はもうテレビで追いかけてくれてたんですけど、その間にもうできることは何でもしたんですよ。本当に今 TikTok とかも流行ってるじゃないですか、TikTok とかもやったりで Twitter を毎日つぶやいたりとかで、オファー来た V シネの仕事とかなんですかね、DVD にしかならない B 級映画みたいな感じになるんですけど、そういうのにも出たりとかで TikTok も毎日やったりとかで、なんですかね、目に見えないお店以外のところの努力は欠かさずにちょっとやって、で人の目に触れるようには毎日毎日頑張ってやってたんで、それで会いに来てくれたお客様たちに売り上げを上げてもらってでナンバーワンになれたんで、やっぱり努力ですかね。僕個人的にはお客様はお客様と思ってるんで、僕の場合はプライベートは合わないようにしてるんですよ。なんていうんですかね、アイドル営業みたいな感じでアイドルでいたいんですけど、今のホスト君、若いホスト君たちはもう付き合っちゃったりとかしたり、付き合っちゃって一緒に住んじゃったりとかして、住んで俺売り上げ上げたいから頑張ってってその彼女を連れてきたりとかするような営業が増えたんですけど、僕はそういうのをしないようにしてるんで、お客様はお客様っていう僕は大事にしてる存在で、まあみんなそれぞれ使うお金とかも違うんで売り上げ上げてくれるあれも違うんですけど、まあ差別はしないで、区別はするかもしれないんですけど差別はしないで、一人一人を僕は愛情を持って接していこうと思ってるんで、天使のような応援してくれる天使のような方たちなんで、まあ、大事にこれからもしていきたいと思います。逆にお客様も僕のその営業スタイルも知ってるんで、遠慮してくださるっていうか、他のお客さんとかと連絡する時間がなくなっちゃったりとかするんだったら私に時間使わないでいいよって言ってくださるお客様が多くて、僕の場合は結構同伴っていうのがあるんですけど、お店の営業前にどっか行ってそのままお店に一緒に来るっていうのは結構そういうのはあったりとかするんですけど、まあバンド好きだったんで、コンサート一緒に行ってコンサートの帰りにお店行って乾杯するとかはあるんですけど、お休みの日にどっか行くっていうのは基本僕の場合はないんですね。じゃあ例えば他の多分クラブとか他のホストはやってる方もいます。本当にね、1泊2日で温泉旅行行ったりとか、もうそれが結構当たり前だったりとかですね、当たり前になっちゃってるんで、それしてくんないと私は他のお店行っちゃうって、今歌舞伎町に250何店舗、300店舗ぐらいあるんですよ、ホストクラブ。だから300店舗のうちの1番にならないとまず指名がもらえなくて、300店舗あるうち1店舗に多分30人40人いるじゃないですか。ってことは 300×40 なんで、何万人の、全国を合わせたら何万人の中の1番にならなきゃいけないんで、やっぱりみんな努力はしてというのはもう当たり前ですけど、外であったりとか、でもちょっとそれって僕のなんですかルールに反してまして、嘘ついてまで売れたくないなって、最初の始めたきっかけはそれだったんで、騙してまでは売れたくないなっていう。つまりちょっとホストによる、はい、ホストによります。でもどっちかというと僕の営業スタイルはホストにちょっと向いてないっていうか、そうね、ちょっと遠いかもしれないですね。なんか本当にアイドル的なバンドのアーティスト的な営業スタイルなんで、ちょっと売れるまでは難しいかもしれないんですけど、でもこれ崩さないでいるから、20年前からのお客様も旦那様に合わせてもらったりとか、子供を合わせてもらったりとかするのが、多分その営業スタイルをずっと貫いてきたからっていうのが多分あるかもしれないですね。すごい。海外とかフランスでホストの仕事はちょっと悪いイメージっていうか、そうですよね。あまりメリットは見えないみたいなんですよね。何のために行くのって感じですよね。そう、イメージは多分ホストは嘘を
嘘ついて騙してお金高いお金取って、もう日本でも基本そういう風なイメージをされてるんで、やっぱり日本のなんかドラマとかでもサスペンスドラマとかでも悪い役が大体ホストだったりとかするんで、まあ、そういう風にはなりたくないなって。あとは日本の文化でなんでホストが日本にあるかって言ったら、レディーファーストって海外の方がやられるじゃないですか。ないんですよ日本は。女性は男性の3歩後ろを歩いてついていくっていうのがもうそもそものこの日本の文化だったりとかしたんで、で多分ホストっていうものが海外の方の真似事で多分できた文化なのかもしれないですね。ロマンチックなイメージ、はい、ロマンチックなイメージ。枕営業っていうのはとか、はいはいはい、まあ、イメージがありますかね。ありますか、そういうの。僕は基本本当にもうゼロで、枕営業っていう、フランスでわかるんですか、枕営業。わかるわかるわかるんですね。でも本当に枕営業で売り上げを上げてるホストがいるんで、僕に関しては本当にないんですけど、僕に関して言ったら外でお店の中で会ってない女の子と、まあ、プライベートで会ってエッチしちゃって、まあ、そういう体の関係になって指名できちゃったっていう子がいるんですけど、お店で会ってお店呼ぶためにやるっていうのが本当に枕営業だと思うんですけど、そういうのもやってる子はやってますね。本当に会話がうまくなくて、でも本当にエッチのテクニックがうまかったりとかして、そっちで売り上げを上げてる子もいるんですけど、どっちかといったらもう100人中100人やる子とかもいるんですよ。おばあちゃんでも。すごい。おばあちゃん。勇気持ってるね。こんなデブでも。でそこまで行って全員100人中100人やる枕ホストがいるとしたら、僕はすごい立派だなと思うので、それはもう本当にいいと思うんですけど、でも可愛い子しかやらないみたいなホストがいるんで、そこはイメージダウンになっちゃうんで、僕はどっちかというと我慢してきたんで、可愛い子でも、僕がやってしまったら僕の価値下げちゃうし、あとお客さん、僕を好きで言ってくれるお客さんのことも下げてしまうんで、僕は我慢してきたんですけど、でも若い子たちってやっぱり体が動いちゃうんですよね。じゃあホスト枕営業するとホストしないのはどのぐらい？割合で言ったら割合で言ったら多分枕営業したのが多いと思います。8割ぐらいはやってるんじゃないですかね。80% ぐらいはやってる。もう、まあ、キャバクラもそうかも。そうですね。キャバクラもキャバ嬢の女の子たちもやらない人もやってる子たちもいると思うんで、まあただキャバクラの場合は男の子と女の子日本だけなのかもしれないですけど、まあエッチをしてしまうと女の子の場合は男がホストでエッチしてしまうと女の子の場合はハマるんですけど、まあ例えばキャバ嬢で男のお客さんが行ってエッチをしてしまうと男のお客さんは1回でまあいいや満足ってなっちゃうんで、どっちかといったら女の子はやらない方がいいですね。そうね。男の場合はやった方が売れるまでの時間は早いです。でも切れるのも多分早いと思います。そういうふうに枕して指名する子って他にも行っちゃうんで、やっぱりさっき言った300店舗あるんで、じゃあ他の男の子ともやってみたいってなって行く、ね、女の子たちは結構白状に行っちゃうんで。でも時々なんかお客様となんかフォールインラブはありますか？僕は本当にさっき言ったように我慢してきたんで、ないんですけど、でも人として好きだなっていう子たちは本当に現れたりとか、僕が本当にフォールインラブしてしまったら僕はホスト辞めて結婚しようかなっていうぐらいなんで、ホストが、若い女の子とか何でも女の子を騙されてお金たくさん取って、その女の子はあまりお金持ってないのにそれはしてるんですけど、騙されるのを続けて、例えば最後に、女の子は風俗とかに言っちゃうのはありますね。ありますね。簡単にそれを言っちゃうとホストが騙して風俗させたんだろうっていうイメージの方が多いかもしれないんですけど、今のご時世だと女の子が風俗行くの結構簡単になっちゃって、自分から別にお金困ってない子とかも風俗自分から自ら面接行ったりとか、日本人の女の子が強くなったのか分かんないんですけど、自ら行ったりとかするんですよ。自ら AV 入れたりとかするんで、まあ、フランスの女性はどうか分かんないですけど、日本人の女性は結構簡単に行っちゃうようにはなってしまってですね、キャバクラ
でその次に多分風俗とかっていうのは結構簡単にホスト遊びをやめられない女の子たちが本当に自ら風俗に行っちゃうっていうのが結構増えた感じがしますね。すごい。昔ならお前金ねえなら風俗行けよっていうようなイメージだったんですけど、今は本当にお金ないからちょっと体売って稼いでくるねっていう女の子が増えたイメージがあります。この20年間やってきたうちに。じゃあでも時々ホストは後悔しない？なんか多分俺のせいでこの女性はなんか AV に出たとか風俗に行ったとか。どうですかね、ホスト君もちょっと感覚ずれてくるんで、例えば AV 出て AV で売れっ子 AV 女優さんになったとしたら、俺のためにここまでやってくれたんだっていう感覚になっちゃうんで、多分俺のせいでっていう責める感じではないかもしれないですね。僕のためにこんなにしてくれたんだありがとうってなるような、多分僕のおかげでめっちゃ有名の AV になった。はいはいはい。同僚は敵か友達？すごいですね。それは際どいですけど、敵ではないですけどライバルですね。敵ではないけどライバルだけど仲良しこよしじゃないんで、お友達で手つないで遊びましょうみたいな感じではないので、敵まではいかないんですけど、どっかしらで敵対心は持ってないとやっぱ売れないんで。でもどっちかというと僕的にはこのお店の中はみんな味方で、他のお店とかは僕は競いたいなと思ってるんで、他の店の売れてる子たちをライバルにしたいなと思ってるんで、どっちかというと店の中ってちょっと狭くなっちゃうんですから、30人40人の中での勝負になっちゃうんで、だったら何万人との勝負をしたいなっていう感じです。一つのお店として頑張って一丸としてやってはいるんですけど、でもやっぱ先輩習いやすい先輩で、枕ホストには枕ホストの後輩がついたりとかいう感じなんで、似たような感じのおのずと派閥はできていっちゃうかもしれないですね。日本の社会についてホストの仕事は大切と思いますか？やってる当人としては絶対大事だと思いますね。僕の持論でホストって4番目に愛されればいいと思ってるんですよ。家族、恋人、友達の次でいいと思うんですよ。この順番バラバラでもいいんですけど、4番目で家族にも言えない悩み、友達にも言えない悩み、恋人にも言えない悩み、そこをどこに行くのってなった時に、その次に僕たちがいればいいかなって思うんで、4番目に愛されるっていうのを僕は糧にいつもどっかしらに置いてやってきてますね、僕は。なんですごい必要じゃないですかね。犯罪とかもキャバ嬢とかも一緒なんですけど、犯罪とかも多分日本からホストとかキャバ嬢がなくなったら多分犯罪とかも増えちゃうんじゃないかなって思います。だから多分すごい上層部の政治家さんとかはあいつらホストなんかいらないみたいな、もうこのコロナのね時代に3密なんてホストみたいないらないと言ってますけど、多分絶対必要だとは思いますね。ホストの仕事に関して一つ好きなことと一つ嫌いにいただけませんか？さっき言ったように同じことなんですけど、本当にありがとうと言ってもらえて、帰っていただく、また会いに来るねって言っていただくのがめちゃくちゃいいことで、こちらもどっちかというとごめんなさいっていうようなセリフの行動は取りたくないので、ありがとうって言ってお互いありがとうって言えるような接客できたらいいなと思ってるんで、そういう点ではこういう仕事やっててよかったなって思いますね。で、悪い点で言ったら何ですかね、言い方悪く言うと、こっちはお願いしてないのに貯金とかを崩して毎日会いに来てくれたりとかして、あなたのせいで貯金なくなったのよとか言われることがあったりとかあるんで、確かに僕も止めなかった僕も良くないんですけど、そういう知らなかったりとかするじゃないですか、貯金をはたいてでも二度とずっと一生恨んであげる、恨んでやるみたいなこと言われて去られたお客さんとかもいるんで、恨みは買う仕事でもあるのかな。あとは彼氏がいる女の子が遊びに来て、こっちは彼氏いるかどうかも知らないんだけど、彼氏に恨みを持たれたりとかもあるんで、その点で言ったらちょっとやばい部分ではありますかね。ストーカーとかも起きたりとか。危険な仕事ですか？そうですね。
体的にもやっぱり大変そう、なんかそうですね、いっぱいある毎日お酒飲むんで体ぶっ壊しちゃったりとかするんで、体的にも、はい、肝臓壊したりとかしたんで、そういう面では危険だし、さっき言ったようにストーカーがいたりとかするのも危険だとは思うんで、決してね安全ではないと思うんですけど、でもどんな仕事でもなんかリスクは伴ってくると思うんですよ。最後の質問は、なんか外国人はホストになれますか？あ、日本語できれば全然。体験しますか？なりたいでしょ？体験しますか？でも可愛いお客さんだけじゃないですよ。あ、もちろん。簡単になれる？もし日本語ができたら？日本語ができたら、もう基本はテーブルマナーっていうものは、もう多分普通の小学生でもできると思うんで、習えばこうお酒作って提供するとか、あとは気配りなんて本当に海外の方の方が多分レディーファーストで多分生きてきたと思うんで、エスコートの仕方は多分海外の人が売れるんじゃないですかね。結構ハーフの方で売れてるホスト君とかいます。チップしたいでしょ？まあぜひやりたくなったらうちで体験入店っていうのもあるんで、本当ですか？すごい。面接して体験入店してもらえれば。フランスの女性の皆さん、まあ、男性も含めてフランスの皆様、まあ、僕は歌舞伎町の伯爵っています。多分ちょっと悪いイメージが多分ホストにはあると思うんですけど、僕なんかもおじホスト呼ばれておじさんのホストなんですけど、僕みたいな落ち着いたホストとかもいるし、まあやっぱり悪いイメージの勢いのあるホスト君たちも中にはいるんですけど、まあ思ったよりは全然ちょっと本当に和やかに、ゆるく過ごせる場所だと思うんで、ぜひ日本に来た際は、ちょっとなかなかないかもしれないですけど、日本に来た際は、ホストに来てみてはいかがでしょうか。僕は大歓迎なんでお待ちしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この SNS 多分ここに載せてくれると思うんで、ここまでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, on est allé dans le détail. On a vraiment développé à quoi pouvait ressembler cette profession d'os, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, il nous a donné une image vraiment globale de comment ça se passe dans ce monde-là, tout en nous donnant aussi lui sa propre expérience, sachant qu'il est un peu aux antipodes du host classique. Exactement, et puis on a vraiment eu de la chance de pouvoir interviewer cette personne qui est quand même quelqu'un d'assez connu au Japon, qui est passé plusieurs fois à la télévision. Voilà, il a eu des documentaires à son effigie sur Fuji TV. Des clients qui viennent à son club, même des hommes, juste pour parce qu'ils ont été inspirés par ces émissions télévisées. Ouais, c'est juste une personnalité en fait publique. Exactement. Très cool. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On a discuté avec lui, il va peut-être y avoir la chance de faire une vidéo où on va vraiment le suivre sur toute une soirée pour voir un peu sa routine, comment ça se passe aussi dans le club d'host, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis bah voilà, pour ce, merci d'être toujours fidèle au poste. Je bye bye et à la semaine prochaine. Ok, je vais couper la petite. Yeah.